今日はいちごのロールクレープを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はいちごのロールクレープを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、フレッシュのいちごがたっぷり入ったとても美味しいクレープを作っていきたいと思います。今回はロールクレープということで、くるくる巻くだけで簡単に作ることができます。生地の作り方などにもいろいろポイントがあります。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにクレープ生地の材料からご紹介します。材料はこちらです。薄力粉、牛乳、卵、グラニュー糖、無塩バター、そして焼く時にサラダ油を使っていきます。はい、ということでね、クレープ生地はこちらの材料で作っていきます。まずバターに関してはこちらは無塩バターを使用するようにしてください。そして卵のサイズはですね、 M サイズ L サイズでもどちらでも大丈夫なんですが、今回私は M サイズを使用していきます。そして糖類ですね、こちらは白砂糖で代用していただいても OK です。それでは続いてその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。いちご、生クリーム、クリームチーズ、グラニュー糖、こちらの材料を使っていきます。こちらのいちごの量に関しましてはお好みの量を入れてみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにクレープ生地から作っていきます。まずこちらクレープ生地の中に入れるバターを電子レンジで溶かします。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、加熱しました。加熱したら一度よく混ぜてください。この時にバターの塊がある時はプラス10秒ほど加熱してみてください。はい、バターの準備はこれで OK です。それでは続いてボウルに卵を割り入れます。そして泡立て器で溶きほぐしてください。はい、そして軽く溶きほぐしたらここにグラニュー糖を加えます。グラニュー糖を入れたら手早く混ぜてください。グラニュー糖を入れたらですね、すぐ混ぜないとグラニュー糖が卵の水分を吸ってしまって粒々ができてしまう時があります。なのでグラニュー糖を入れたら手早く混ぜるようにしてください。だいたいね 2,30 秒混ぜてください。そうしましたらここに先ほど作った溶かしバターを入れます。そして手早く混ぜましょう。これもだいたい 2,30 秒ほど混ぜてください。はい、そして混ぜたら続いてここに薄力粉をふるって加えます。薄力粉は必ずねふるって加えるようにしてください。そして泡立て器で手早く混ぜましょう。薄力粉のダマができないようにしっかりと混ぜてください。はい、そうするとねこのようにもったりとした生地感になります。そしてしっかりと混ぜたらここに牛乳をまず1/3分の1加えてください。一度に加えるとね混ぜにくいので少しずつなじませていきます。そしてよく混ぜましょう。よく混ざったらまた1/3分の1加えます。そして混ぜます。そして残りの牛乳をすべて加えてください。そして混ぜます。はい、しっかり混ざれば OK です。そしたらですね、一度こちらの生地をこしたいと思います。そうすることでとても滑らかな生地に仕上げることができます。網目の細かいものでこしていきます。はい、OK です。そうしましたら上にラップをしてください。そしてこのまま1時間冷蔵庫で休ませます。そうすると粉類と水分がよく馴染んでもちもち食感に仕上がるのと、あとは薄く焼いても生地が破れにくくなります。では冷蔵庫でこのまま1時間置きます。それではフライパンで焼いていきます。今回は直径20センチのフライパンで焼いていきます。まだ火にかけない状態で油を敷きます。全体に油を敷いたら火にかけましょう。火加減中火でだいたい20秒から30秒ほどまずフライパンを温めます。この油の量なんですが、ちょっとね油が浮き出るぐらいですね。このぐらいの量を敷いてください。はい、で温まったら一度火を止めます。そして生地をねお玉の1/3分の2ぐらい入れてください。入れます。そして入れたのと同時にフライパンもこのように回していきます。だいたいね全体に広がったら火にかけてください。火加減中火です。このままね表面の生地が動かなくなるまでフライパンを回してください。このように生地が動かなくなったらフライパンを置きます。そしてこの縁の部分に焼き色がつくまで焼いていきます。火加減は中火のままで OK です。
はい、このように縁に焼き色がついたら裏返します。裏返す時はね、火加減弱火にしていただくと焦らずできると思います。それではゴムベラなどを使ってまずね、周りを剥がします。そしてゴムベラを下に入れて裏返します。よいしょ。はい、このように美味しそうに焼き上がってます。裏返したら火加減を中火に戻して片面は15秒ほど焼いてください。はい、OK です。これでクレープ生地は完成です。そしたらお皿に移します。このようにお皿に乗せてください。乗せたらですね、表面が乾燥しないようにこのようにラップを貼り付けておきましょう。次の生地ができたらこのラップの上に生地をどんどん重ねてください。それではね、残りも同じように焼いていきます。2回目からなんですけれども、もうすでにフライパンが熱い状態です。なのでこのままね、先ほどと同じように油を敷いて、そして生地を流し入れるんですが、先ほどよりもね、生地の焼きが早くなると思うので手早く作業してください。あるいはですね、一旦濡れ拭きの上にね、フライパンを置いていただいて少し粗熱を取ってからやっていただくといいかなと思います。それでは焼いていきます。このように回します。ちょっとだけね、焼けるのが早いと思います。ある程度広がったら火にかけてください。あとはね、同じように中火で焼いていきます。はい、全部焼き終わりました。そうしましたらこのように表面にラップを貼り付けて、そしてこのまましっかりと生地を冷ましてください。それではクレープ生地を冷ましている間に生クリームを作っていきます。今回生クリームの中にいちごを入れて作っていきます。まずいちごのね、ヘタを切り落としてください。いちごの量はね、お好みでいいんですが、今回私は 100g 使ってます。あとはね、こちらを角切りにしていきます。切り方はやりやすい方法で OK です。適当にね、角切りしましょう。だいたい1センチ角ぐらいがいいかなと思います。こんな感じです。ではね、残りも同じように切っていきます。縦4等分にして、あとはね、切り口を下にして1センチ幅で切っていただくのが一番いいかなと思います。はい、いちごの準備はこれで OK です。このように角切りにしてください。それでは続いてクリームチーズを練っていきます。今ね、ちょっと冷蔵庫からすぐ出しで少し硬いので、ほんのちょっとだけ温めます。電子レンジ 600W で15秒加熱します。はい、15秒加熱しました。そしたらゴムベラで練ってください。で、あんまりね、加熱しすぎると生クリームと混ぜた時に生クリームの泡立ちが悪くなってしまいますので、ほんの少しだけね、温めるようにしてください。このようにね、柔らかいクリーム状になれば OK です。それでは今からここにグラニュー糖と、あとは生クリームを加えて泡立てていきます。泡立てる時は必ず下に氷水を当てて泡立てるようにしてください。はい、では泡立てていきます。まずここにグラニュー糖を加えます。そして生クリームをまず1/3分の1ほど加えてください。一度に入れると泡立ちにくくなるので3回ぐらいに分けて混ぜましょう。そうしましたらこちらをハンドミキサーの高速でもったりするまでまず泡立てます。はい、このようにチューンとね、角が立つぐらいですね。こんな感じでもったりしたら OK です。そしたらまたね、1/3分の1の生クリームを加えます。そして同じように泡立てます。はい、OK です。2回目はね、先ほどよりも少し固めになるまで泡立ててください。それでは残りの生クリームを加えます。そして泡立てます。はい、OK です。このようにピンとね、角が立つぐらいですね。そのぐらいまで泡立ててください。そしたら氷水から外します。それではこちら切っておいたいちごを入れます。そして混ぜましょう。これで中に入れるクリームは完成です。こちらをですね、使うまで冷蔵庫でしまっておきましょう。そ
それではクレープ生地が冷めたので巻いていきます。まずですね、こちら綺麗にね模様が出てる方が表になるので、これをまず下にします。そしてこの裏側にクリームをのせていきます。このクリームをのせる時のポイントなんですが、手前側にいちごを置いてください。半分から奥側はクリームだけ塗ってください。そうするとね、上手に巻けると思います。今ね、いちごをね、だいたい1本分ぐらいの太さになるように1箇所に置いてます。このように置いたら手前からくるくる巻いていきましょう。こんな感じで巻いて、あとはくるくる巻きます。この巻き終わりなんですが、あんまりクリームを塗りすぎると巻き終わった後にクリームがはみ出てくるので、クリームの塗りすぎには注意してください。こんな感じです。美味しそうに仕上がりました。このようにくるくる巻いてみてください。それでは残りも同じように巻いていきます。はい、こんな感じで巻き終わりました。このように仕上がってます。今回は全部で7本分になります。こちらの量は目安にしてみてください。はい、これでいちごのロールクレープの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後上にですね、いちごをトッピングしたのと、あとはこの先端にいちごをのせました。クリームもたっぷりで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。クレープ生地がもっちもちです。そして中にたっぷりいちごが入っているので、とてもジューシーで美味しいです。そしてこのクリームチーズが入った生クリームがすごく合います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のいちごのロールクレープのポイントです。まずクレープ生地についてのポイントです。クレープ生地は材料を加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そして全部混ぜ終わったら必ず一度こしてください。そうすることでダマもなくとても綺麗なクレープ生地に仕上がります。そして仕上がった生地なんですけれども、冷蔵庫で1時間ほど休ませてから使うようにしてください。冷蔵庫で休ませることによって粉類と水分がしっかりと馴染んで、生地がもちっとした食感になって、さらにですね、薄く焼いても破れにくくなります。なので必ず休ませてから焼くようにしてください。そして生地を焼く時のポイントです。今回私は20センチのフライパンを使って焼きました。この焼く時なんですけれども、必ずその都度サラダ油を塗ってください。生地を流し入れる時はですね、火にかけずにやっていただくと焦ることなく作ることができると思います。そして焼く時はですね、弱火で焼いてしまうと少しベチッとした食感になってしまいますので、中火で焼くようにしてください。そしてフライパンがもし熱くなりすぎてしまった時は、一度濡れ拭きなどの上にフライパンを置いて少し粗熱を取ってから焼いてみてください。そして中のクリームを作る時のポイントです。今回は生クリームにクリームチーズを加えました。このクリームチーズなんですが、冷蔵庫からすぐ出しの場合は少し硬いので混ぜにくくなります。なのでほんの少し電子レンジで加熱してみてください。ただここで加熱しすぎてしまうと生クリームが泡立ちにくくなってしまいますので、ほんの少し温めるぐらいにしていただくか、もしくは常温の状態に戻してから使うようにしてください。そして生クリームなんですけれども、少しずつクリームチーズに加えてその都度しっかり混ぜてください。一度に加えてしまうと泡立ちにくくなりますので、必ず数回に分けて加えて、そして泡立ててください。あとは今回クリームの中にいちごを入れました。このいちごの量に関しましてはお好みの量を入れてみてください。今回私は 100g 入れてるので、こちらは目安にしていただけたらと思います。そしてクレープを巻く時のポイントです。クレープを巻く時は手前側にだいたい1列ぐらいになるようにいちごを置いてください。巻き終わりに置いてしまうと結構太めになってしまうので、少し食べにくくなってしまうと思います。なので手前にいちごを置いて、そして巻き終わり付近はクリームを少なめに塗ってください。ここで巻き終わりにたくさんクリームを塗ってしまうと、巻き終わった時に巻き終わりからクリームが出てしまう時がありますので、注意していただけたらと思います。今回はね、ロールクレープということで1本の状態にしたんですが、このように一口サイズに切って召し上がっていただいてもいいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はいちごのロールクレープを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。